今回は JR 東日本のダイナミックレールパックを使った旅行記をお届けしたいと思います。これから東京駅から新幹線に乗って越後湯沢へ向かいます。日帰り越後湯沢旅をお届けします。東京から越後湯沢まではおよそ1時間30分ほどで行くことができます。乗るのはこちらの新幹線とき309号の新潟行きです。このとき309号の後ろを走るとき311号は大宮と新潟にしか止まらない最速の時として知られています。以前の動画でご紹介したんでそっちを見ていただければと思います。で、今回は遅い方の309号に乗って越後湯沢まで向かいます。今回利用したのが JR 東日本の旅行会社ビュートラベルが販売しているダイナミックレールパックという旅行商品です。日帰りや宿泊パックが用意されているんですが、今回は日帰りの方を利用してみました。その中で利用したのが湯沢高原の往復ロープウェイの引換券のついたプランで、こちらの商品がなんと8100円という驚きの価格でした。そして僕は JRE ポイントのステージ3の会員なので、さらにそこから 8% 割引で7460円でした。ちなみに東京越後湯沢を新幹線で普通に移動した場合、乗車券が3410円、指定席が3180円で合計が6590円かかります。なので往復はだいたい1万3000円ぐらいですね。これがだいたい半額になって、しかもロープウェイの往復引換券がついてくるので非常にお得です。仮に8100円で買ったとしてロープウェイの往復引換券、これが2800円だったので、なんと5300円で往復の新幹線に乗れるっていうことになります。非常にお得です。東京から約1時間半ほどかけて越後湯沢に到着しました。やっぱり新潟県の雪国ということもあって東京と全然気温差がありますね。新幹線を降りた時の寒さが全然違いました。まだスキーのシーズンではなかったのでここで降りていく人はあんまりいませんでした。帰りの新幹線は4時台なのでここで約6時間ほどの滞在になります。あちらには岩っ原と上国っていうスキー場の看板が掲げられています。やっぱりスキー場の玄関口って感じがしますね。で、こちらが越後湯沢の改札口です。個人的には越後湯沢はここ目的だけでも十分楽しめる場所だと思っています。こちらが越後湯沢駅にある雁木通りですね。雁木通りの先に心湯沢っていう首都圏でいうとアトレのような JR 東日本の駅ビル施設があります。そんな心湯沢の中にあるおにぎり屋さんで今回朝ごはんを食べることにしました。新潟といったらお米ですよね。こちらでは南魚沼産コシヒカリを使った大きいボリュームのある爆弾おにぎりを食べることができます。僕は今回昆布と南高梅の入ったおにぎりを注文しました。店内利用でもこちらおにぎりの隣にあったかい味噌汁がついてきます。おにぎりをパカッと割ってみたんですが、しっかり梅と昆布が入っていました。昆布の甘みと梅の酸っぱさがちょうどいいバランスでとっても美味しかったです。そんな爆弾おにぎりはですね、手に持つと非常に大きいおにぎりなので海苔の合わせ目を上にしてから食べてくださいっていう説明書きが目の前にありました。しっかりお腹も膨れたところでこれから湯沢高原に向かいたいと思います。湯沢高原へのロープウェイはこの越後湯沢駅から歩いて10分もかからないところにあるので非常にアクセスがいいです。駅から 4,5 分も歩けば自然豊かな街並みを楽しむことができます。首都圏で働いている人はぜひ越後湯沢に足を運んでみてほしいですね。僕結構定期的に来るんですけど、やっぱ心が洗われますね。スキー目的じゃなくてもここは十分楽しめます。そんなこんなで湯沢高原駅のロープウェイ乗り場に到着しました。受付でダイナミックレールパックの QR コードを提示してロープウェイの乗車券を引き換えてもらいました。こちら2800円します。現在いる麓から湯沢高原ロープウェイに乗りまして、これから山頂に向かいまして、山頂もハイキングコースになっています。リフトがあったりとかあやめ池っていう池があったりとか十分楽しめるスポットがあるみたいです。きっと冬場は非常に混むんだと思います。
近くにあるガーラ湯沢や石内丸山スキー場と3つのスキー場がつながっているみたいで、バスやロープウェイで移動することができます。そんな湯沢高原スキー場のロープウェイはこんな感じに20分間隔で運行されています。定員がなんと166人と世界最大級のキャパシティを誇っているそうです。これ放送で言ってました。この時期は紅葉シーズンということもあって山の木もいい感じに紅葉していました。日差しが全然足りなかったのですごい色鮮やかには見えなかったんですけど、しっかり赤や黄色に染まっていて秋だなって感じがしました。でこちらが乗ってきたロープウェイの中なんですけど、見ての通り普通のロープウェイよりも圧倒的に広かったです。湯沢高原山頂駅に到着しました。しっかり整備されていて無料のシャトルバスも走っています。こちらは眼下に広がるのが越後湯沢の街並みですね。ここからさっき言った越後湯沢の駅も見ることができます。見えますかね。ちょうどあそこにあるのが越後湯沢の駅です。ちなみにロープウェイの駅前にはなんと足湯があります。ここで足湯を楽しみながら景色を楽しむっていうのもいいと思いますよ。駅の近くにはこちらコキアが咲いています。コキアといったら茨城の日立海浜公園のコキアが有名なんですけど、湯沢高原でもしっかり綺麗なコキアを楽しむことができます。そして駅前から出ているこちらのシャトルバスが奥にあるレストランに向かうバスですね。この坂道を登るためだけに走っているそうです。僕は若そうなので頑張って歩いていくことにしました。坂道を登っていくとリフト乗り場が見えてきました。あちらは無料で乗ることができるので試しに乗ってみたいと思います。ギシギシ言ってる音が結構怖いですけど、リフトからの景色はとても最高で、やっぱりスキー場のリフトだなって感じがしました。これ一人で乗ってると結構寂しいですね。やっぱこういうところって2人で来るのがいいんじゃないかなと個人的には思いました。リフトを降りた先にはあやめが池やロックガーデンといった自然を満喫できるスポットがあります。こちらがあやめが池です。すごい静かな湖畔なので歩いていると結構曲が降ってきちゃいそうな気がします。これは例えで僕は曲なんか作ってないんですけど、そんな感じがしました。こちらがロックガーデンですね。見ての通り岩がゴロゴロ転がっている場所なんですけど、この岩っていうのが上越新幹線のトンネルを掘る際に出てきた岩だそうで、その岩をここに持ってきたんだそうです。上越新幹線大清水トンネルっていう非常に長いトンネルがあるんですけど、そこを掘る際に出てきたのがこのロックガーデンに散りばめられた岩なんだそうです。ここまでご紹介してきたのが湯沢高原の山頂エリアのメインのスポットになります。ここからさらに足を伸ばして大峰山の山頂に行くってこともできるんですが、それはもうハイキングガチ勢の行くコースなので今回行くのはやめました。十分楽しめたので湯沢高原を後にして越後湯沢駅へ戻りたいと思います。越後湯沢駅に戻ってきました。駅前には無料の足湯がありまして、寒い日にはとてもぴったりなのでぜひ行ってみてください。もちろん無料で入れるんですが、タオルを持ってった方がいいと思います。夏場であったらすぐ乾くんですけど、寒い日だと結局足が冷えてしまうので、タオルは持ってった方がいいかなと思います。とっても暖かかったです。そしてこちらは駅からちょっと歩いたところにあるカンナックリっていうまた別の足湯があります。越後湯沢駅の中にある雁木通りに戻ってきまして、今度はランチを食べます。今回ランチはこちらの小島屋さんというお店でそばをいただきました。そばといってもただのそばではなくへぎそばという越後湯沢の名物です。ちなみにへぎそばのへぎっていうのはそばが盛られているこの器のことを言うそうで、そばにはふのりという海苔が使われているので独特の味わいがあります。とても美味しかったのでぜひ越後湯沢に来た時はこちらでご飯を食べてみてください。あと完全に余談なんですけど JR 東日本の商業施設なので JRE ポイントもたまっちゃいます。おすすめです。美味しいへぎそばを食べて続いてはこちらの利き酒番所という場所にやってきました。こちらはですね、名前の通りお酒が楽しめるんですが、新潟県の全部の酒造の日本酒を楽しむことができます。すごいですよね。こちらは500円でコインを5枚買ってそのコインで日本酒を味わうっていうことができます。全部で130種類ほどの日本酒があるんですが、この中からいくつか選んで飲むってなっても
どの日本酒を選んでいいのか分かんなくなっちゃいますよね。大丈夫です。本酒館の壁には10月の人気ランキングだったりおすすめのお酒といったものが掲げられているので、これを参考に楽しんでみるのもいいと思います。ちなみに僕のおすすめは極上吉野川という日本酒です。何番だったかは忘れちゃったんですけど、ぜひ飲んでみてください。帰りの新幹線の時間が迫ってきたので、心湯沢で知り合いにお土産を買いたいと思います。僕越後湯沢に来たら必ず買うものがあるので、それを皆さんにもご紹介したいと思います。それがこちらの綿雪タルト、そして雪国レンガというお菓子ですね。バラでも売っているので帰りの新幹線で食べるのもありなんですが、この2つのお菓子がもう本当に美味しくて、もう新潟行ったら絶対に買うっていう、そのレベルのお菓子です。それでは新幹線に乗って東京に帰ります。今度乗るのは16時3分発の谷川412号東京行きです。この時と違って谷川は越後湯沢を発着している新幹線なので、この駅が始発駅になります。なのですごいガラガラの新幹線としても知られているし、逆に知名度が全然ない新幹線としても知られています。日本酒を飲んだんですけど、もうちょい飲みたいなということで新潟限定の札幌ビールを購入しました。こちらの風味爽快にしてっていうビールは新潟のニューデイズとかでも買えるので、ぜひ飲んでみてください。帰りの新幹線で今回の旅費をざっと計算してみました。ダイナミックレールパックはだいたい7300円で購入ができたので、そこからランチ代だったりお土産だったりその他諸々の雑費を含めても1万円いかなかったですね。すごいお得に旅をすることができました。ぜひぜひダイナミックレールパックを使って旅をしてみてください。特に越後湯沢はおすすめなのでぜひ行ってください。今回越後湯沢が旅先として本当におすすめなので、この動画にさせていただきました。お楽しみいただけましたでしょうか。このチャンネルでは今回のような旅動画だったり鉄道や旅行のパックやカードなど商品の紹介をしています。12月末までにチャンネル登録者1000人を目指して現在活動しているので、面白かったり興味があったらチャンネル登録と高評価をお願いします。コメントもいただけて本当にありがたいです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は越後湯沢の日帰り旅行記をお届けしました。それではまた次回の動画でお待ちしています。ありがとうございました。